YouTube をご覧の皆さん、ポッドキャストをお聞きの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。7月21日日曜日、昨日に引き続き今日も晴れです。適量な水量の川は気持ちいいですね。先週、先々週とね、ほぼプチ洪水だったので、大きい石とかも流されてだいぶ川底のレイアウトが変わってしまったんですけど、大雨の後の川がすごく澄んで見えます。石の苔とかもね、流されちゃったんでしょうね。一洪水ごとに川の生態系がだいぶ変わってる気がします。ちょっとスローで撮影してみました。なんかすんごい大きな滝かなんか撮影してるみたいですけどね。実際はちっちゃい川の段差なんですけどね。金柑を植えてから何年経ったんでしょうね。全然実る気配がありません。今年もお預けですかね。めちゃめちゃ絶好調なコンポストと、コンポストの向こう側に植えてるイチジクのドーフィンちゃん。この子も今年は実らないですね。なんかドーフィンの前面の方の葉っぱ何かに食われてるみたいなんですけどね。許すまじ。Hey yo Akili。コンさんのターン。Wii。Nada tamo in your day。たまにはコンさんも甘えたい。Hoi tamalanwa。Halanotiko moto tanamuwa。撫で始めるとゴロゴロが爆音になる。プロペラみたいな音してるよコンさん。Hoka。すごい声。Inunaki shitada。お次はブラシタイム。Fulu korsu Yankee。コンさんはブラシも大好き。Nenalini tanamudi。ただでさえ暑そうだし毛をすかないとね。Emma debu yuda。言ってない。よしひこ乱入。何そういう知能おもちゃ？何やワイリーどこ中かかっ今回。ブラシどころじゃねえ。こちらは前日の夜に仕込んだパン生地。米ぬか 20% の加水率 80%、ベッタベタの生地です。前日にすべての分量をタッパーの中に入れて、軽く粉と水分を混ざり合わせて冷蔵庫で一晩置いたものです。一晩冷蔵庫で放置してるだけでね、勝手にくっついてくれてるので、朝起きたら冷蔵庫から出してこういう感じで軽く混ぜ合わせるというかね、なんかパンチ作業みたいなことをするだけなんですけど、時間にして2分程度ですかね。ほぼこねてないです。これをフライパンにお湯を張って、その上にこのタッパーを乗せて一時発酵。その間買い物に行きます。買い物から帰るとこんな感じ。冬の間はアイリスオーヤマの発酵機能で発酵させてましたけど、夏はね、軽くちょっと湯煎するぐらいでこんな感じで発酵してくれるので楽ちんです。時間を置くごとにね、こんな感じでビロンビロンに生地が伸びるようになります。そしたらこの生地をまとめて、またフライパン湯煎システムで発酵させます。発酵というかね、ちょっとベンチタイムを取るぐらいの15分から30分ぐらいですかね。ちょっと放置します。このチャンネルでは米ぬかを使った低糖質な料理をご紹介しています。糖質制限をされている方のご参考になればと日々レシピを考えています。よろしければいいねボタンとチャンネル登録、ベルマーク登録をよろしくお願いします。油断してたら蓋から生地がはみ出してました。恐ろしい発酵力ですね。ちょっとだけガス抜きをするんですが、あまり生地をね、ぺったんこに潰してしまわないように、優しく優しく生地を重ねながらまとめます。グルテンがちゃんと生成されていると、こんな感じで引っ張っても生地が切れることはないです。手に生地がひっつかないようにね、手に水をつけながらこうやって何回も何回も折り曲げていきます。こうやって折り曲げているうちに表面もちょっとツルツルになってきます。米ぬか 20% も入った生地なのでね、普通の小麦粉 100% 生地に比べるとザラついてはいるんですが、米ぬか入りの生地でね、こんだけツルツルになってくれれば大成功じゃないかなと思います。
生地をまとめたらこのまま作業に移ってもいいんですけど、ちょっと他にすることがあるので少しお休みしててもらいましょう。さて、他にやること。昨日買ったピーマンが余ってたので、玉ねぎとピーマンの酢漬けを作ろうかなと思います。こんなん作ってね、冷蔵庫に直してたらもう旦那が大喜びなので、きっとこれも美味しい晩酌になるんでしょうね。ピーマンも玉ねぎもなるべく薄くカットして、この左側にある漬物専用の瓶でつけていくんですけど、その前に水分を塩もみで絞り出しておこうかな。今玉ねぎを切ってて目が痛くてね、もう目玉を取り出して裏側まで洗浄したい気分なんですけど、冷静な大人なのでそんなことはやりません。塩もみしたピーマンと玉ねぎを絞って瓶の中に入れていきます。ほんでもって砂糖好きなだけ。我が家は血糖値の上がらない果糖を使ってます。そして穀物酢ちょっと入れすぎた。そして顆粒のだしの素。最後に塩でちょっと整えて漬け込み液の完成。このお酢の量ちょうどいいかと思って蓋をしたらね、結構ギリギリでした。重しを置いている間にどんどんとね、水分のかさが増えてくるので、酢はもうちょっと少なめでもいいかもしれません。さて、本日のメニューは揚げ焼きパン。先ほど作った加水率 80% のね、やわやわの生地の中にひき肉とネギのあんを詰めてフライパンで揚げ焼きにします。こちらのネギは昨日買った余り物なんですけど、昨日ね、久々に農家さん直売コーナーにこの長ネギが売ってあったって喜んでたんですけど、今日行ったらもう全て売り切れてました。なんでしょうね、今空前のネギブームとか来てるんですかね。昨日ゲットできててよかった。長ネギを適当にみじん切りにします。切れ味が悪いので包丁を研いでます。切れ味復活。長ネギの青いとこってね、結構ヌルヌルしててみじん切りしにくいんですよね。なので切れ味の悪い包丁でみじん切りをしようとすると結構時間がかかるんじゃないかなと思います。今日は定価で買った合いびき肉。味付けは合法パウダーとごま油、そして生姜にんにくオイル、さらに醤油を一回し。味付けはシンプルにしておきます。ここにオイスターソースが入ったらね、ほぼほぼ餃子の種ですね。サイドメニューも作ります。ナスとししとうが大量なんですけど、これはね、晩ご飯の分もまとめて作ろうと思ってこんな量になりました。ナス2袋で200円。もうさすが農家さん直売コーナー。毎日食べてます。サイドメニューのこのナスとししとうは醤油で甘辛く煮込んで煮浸しっぽいものを作ろうと思います。晩ご飯の時にはこの中に厚揚げを入れて、あとね、農家さん直売コーナーに塩菜っていう野菜が置いてあって、いつもそれを買ってるんですけど、これが一体何の野菜かはよく分かってないんですけど、炒めてもね、こうやって甘辛く煮つけても結構シャキシャキとして美味しいので、この塩菜も毎回買ってます。その厚揚げと塩菜を晩ご飯はこの中に入れて転生させようと思います。そしてその晩ご飯が終わったら、うどん玉を2玉買ってるのでね、きっとお夜食で旦那が美味しくいただくでしょう。我が家はこの手のね、醤油甘辛系の味付けは汁まで余すところなく使い切る、そんなシステムとなっております。それではアイリスちゃん、よろしくお願いします。いいんだよ、こういうので。もちろんこれも農家さん直売コーナー、漬物用として売られているこの不格好なきゅうりもスライサーで吸ってしまえばええんやで。ということで、最近マイブームのスネジャンカソースを作ろうと思います。スネジャンカソースというのはヨーグルトの中にきゅうりとかね、他の野菜を入れてニンニクとか油とか
塩コショウとかで味付けをしたブルガリアの伝統的なヨーグルトサラダだそうです。昨日のうちに水切りをしていたヨーグルト、もうほんと夏はこのソースが美味しくて美味しくて、これも変わり場に来たら毎回作ってる気がします。そしてね、相変わらず多分残るんじゃないかなと思ってタッパーに詰めてますけど、多分ランチの間に全て食べ尽くされるんじゃないかと思います。それでは成形タイム。生地を寝かせている間にまた膨らみましたね。ほぼこねずにここまで成長してくれたパン生地ちゃん、愛おしいですね。このパン生地ちゃんのガスが抜かれてぺったんこにならないように優しく優しく丸めていきます。加水率 80% の生地などでね、こうやって手粉をつけないともうベッタベタに手にまとわりついてくるんですけど、しっかりと粉をつけて生地を重ねるように折りたたんでいくときちんとね丸くなってくれるので、崩れないようにそーっとそーっとね丸めていきましょう。田舎パンとか焼くんだったらね、もうこのまんまオーブンに入れてもいいような気がしますけど、今回はこのベッタベタな生地の中にひき肉あんを詰めて焼こうと思います。普通ね、このパン生地の中に何かを詰めて成形する時にはもうちょっと加水率が低めの生地を作るんですけどね、だいたい 60% とかね、多くても 70% ぐらいで作ってるんですけど、今回は海外の YouTuber さんがね、またなんですけど、海外の YouTuber さんが作ってたひき肉あんのね生地の詰め方みたいなのをちょっと見て真似してみようかなと思って、本日はこのメニューになりました。生地がやわすぎてなかなか丸まってくれないです。そしたら生地を少し伸ばすんですが、もう生地が柔らかいのでね、ローラーとか綿棒とかは必要ありません。こうやって手でビロビロと適当に伸ばしたら、ひき肉あんを真ん中にドンと乗せて、あとはね生地を引っ張りながら肉を包んでいく感じで成形していきます。なんかね YouTube を見てて、この方法があったかとちょっと目から鱗だったんですよね。今まではね生地をしっかりとこう伸ばして手のひらでパンを包み込むようなイメージしかなかったんですけど、こんだけ柔らかい生地ならね、台の上に生地を置いたままね肉を乗せて持ち上げることなく、こうやってアップで見せてますけどね、こうやってくるんでいけばいいんだとね、ちょっと本当に目から鱗の状態でした。なんで今までこのことに気づかなかったんだろう。生地が柔らかいからこうやってビローンと引っ張ってもね、綺麗に肉を包み込んでくれます。これもっと加水率の高めの生地でもいけそうですね。100% 生地でもいけるかな。米ぬか入りの生地なのにね、よくぞここまでグルテンが成長してくれたと、愛しい生地をめでながら包み終わりました。生地が包み終わったらこれをフライパンで焼いていきます。その前にししとうを入れとこう。相変わらずよしひこの傷が生々しいですね。最近このコンロ着火してくれないんですよね。フライパンに油をひいて両面に軽く焦げ目がつくまで焼きます。そしたら水を入れてじっくりと蒸し焼きにします。オーブンを使わずに焼けるパンは楽でいいですね。酵母の生地のおやきみたいな感じでちょっと楽しいです。焦がしたくないのでね、ホッチでくる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 とひっくり返してますけど、大体いつもね、こうやって焼いてる作業中に片面焦がしたりとかするんですよね。今回はもうドモホルンリンクルの研究員ばりにフライパンに張り付いて焼き上げました。その割にはちょっと怪しいですけどね。揚げ焼きパンが焼き終わりました。
そしてナスとししとうの煮浸しも完成。このくったくたな感じがたまらないですね。夏野菜はなんでこんなに美味しいんでしょうね。ネギパラをして煮浸しも完成です。ということでスネジャンカソース付きの揚げ焼きパンとナスとししとうの煮浸し。それではいただきましょう。今日はビールをこぼさないようにしっかりと握ってます。思いのほかね、揚げ焼きパンの一つ一つがでかく仕上がったので、今日はお盆の上にパンを乗せて、その隙間を埋めるようにレタスとスネジャンカソースを置いてますけど、圧迫感がすごいですね。煮浸しうめえ。これはね、冷蔵庫で冷やして食べても美味しいんですよね。そして私のマイブーム、スネジャンカソース。前にも言いましたけどね、なんでこれが今日本のファストフードとかでね流行ってないのかが不思議でなりません。ハンバーガーとかにこれが入ってても絶対美味しいと思うんですけどね。高加水率の揚げ焼きパンは生地ももっちもちです。これをね、スネジャンカソースをつけて一緒に食べるとまあ飛ぶんですが、本当に美味しい。高速のサービスエリアとかでね、売りたい気分です。なんかね、売り場の癖が強いですけど、九州の方ではね、サービスエリアで小籠包とか売ってあるんで、そんな感じでこれも気軽にね、皆さんに食べていただけたらなんか嬉しいなとか思いつつ、まあ売らないんですけどね。煮浸しも揚げ焼きパンも最高でした。美味しかったです。さようなら。